これ心電図じゃないんです。病院の映像でもない。今この瞬間誰でも見られるあるウェブページです。スイスのヴベイという小さな町から24時間365日ずっと垂れ流されている。で、この波形を出しているのは生きている人間の脳細胞です。大きさは 0.5 ミリ、肉弾だとほぼ点です。ゴマより小さい人間の皮膚から作られた本物の人間の脳。そして今この瞬間も世界中の研究者が月500ドル払ってこの脳をレンタルしている。問題はここからです。この脳、仮想空間の中の一匹の蝶として羽ばたいています。で、皆さんこの蝶を操れるんです。画面をクリックするとそこに光が置かれる。蝶はそっちに飛んでいく。今日の話最後まで見たら全く同じことが皆さんにされていることが分かります。皆さんこんにちは。いや最近さ iPhone さめちゃくちゃ熱くなんない？しかもバッテリーの減りが超早いよね。これまた絶対 Apple やってるよね。アップデートするたびにどんどん劣化していって新しいのをかわす手法。みんなの iPhone もそんな感じだったらなんか解決そう知ってる人いたら教えてください。本当にもう半分ぐらいになってるんですよ、バッテリーの持ちが。あるいは1日の時間の感覚がおかしくなっているのか。みんな感じてるでしょ。本当に時間の進みが早いと1日もう終わっちゃうんですか。年のせいかなと思ってるかもしれないけど、それ年のせいじゃなくて本当に早くなってるかもしれない。実は今地球の自転そのものが早くなってるんですよね。2020年以降地球は観測史上最も短い1日を連発してて、2024年7月5日には24時間よりも 1.66 ミリ秒短い人類の観測史上一番短い1日を記録したんです。そのままいくと人類史上初の負のウルー秒っていうのが生まれるらしくて、もう1日から1秒を削除するかもしれないっていう。だからみんなが感じてるその1日なんか短い気がするっていうのは本当にね1秒短くなってるかもしれない。それをあまりにもみんなが感じすぎてるから昔に戻ろうっていうムーブメントあるじゃないですか。その曲とかファッションとか、僕もこの前知り合いの子供にどんな曲聴いてるの今の高校生って聞いたら、なんか、当時のアイコとか当時のラッドウィンプスとか、その当時流行った曲を聴いてるらしいんですよ、今の高校生たち。何やそれと思って調べてみると、いつの間に2016年前後のトレンドが今好まれているという。実際に TikTok で2016年という検索が 452% 増して、 Spotify では2016年プレイリストが 71% も増えているんです。まるでねクレヨンしんちゃんの大人帝国のような感じでみんな昔を懐かしんでいるっていう。ただ興味深いことにこれ偶然じゃないのかもしれないです。ほんとここ最近時間の流れが早いじゃないですか。戦争や災害、殺人事件、イベント、毎日忙しいニュースばかりで情報が溢れ返りすぎてついていけなくなる現象。そういった日々に疲れている人たちがノスタルジックな昔のトレンドに浸って落ち着きたい現象が増えている。そこなんですけど、調べてみるとこれなんで2016年なのか。これ2016年にも意味があるんです。なんと2016年にはあることが変わったんです。スマップの解散ではなく、ポケモン GO の配信開始ではなく、なんと SNS にアルゴリズム機能が導入された年なんです。なるほどねっていう。みんな覚えてる？ SNS ってもともと時系列なんですよ。投稿した順とかにみんなに表示されるようになってたらもう覚えてないでしょ、昔すぎて。ただある時からあれバズってるやつとか、みんなから閲覧されてるやつ、みんなからいいねをたくさんもらってるものをみんなに表示されるおすすめ機能が足されるようになったんですよ。はい、もう今じゃ当たり前じゃないですか。もういいねが多いものがどんどん回ってくるでしょ。炎上とかさ、喧嘩とか。ただ昔はそうじゃなくて時系列順だったんですよ。だからしょうもないどうでもいいつぶやきとかも回ってくるようになってたんですよ。ある意味その時はどうでもいいものにも少し意味を感じられたみたいな時期。ただ今は逆に世界中で起きてるニュースが強制的に表示されるようになったっていう、もうそれで僕たちの体感が変わってるのかもしれない、時間の。なので若者が当時のそういったどうでもいい日常を過ごせる日々に戻りたがっているという。でも皆さん安心してください。またこのね時間の感じる感覚戻るかもしれない。なぜかというとセルンが停止しました。セルンはスイスとフランスの国境の地下100メートルに全長27キロの巨大な輪っかを埋めた世界最大の科学研究所。そこで動く LHC は陽子を高速の 99.9999% まで加速してぶつけてビッグバン直後の宇宙を再現するという人類史上最もヤバい実験装置。未知の物質なのが次元を作っているというね噂から実験を開始してから世界線がずれ始めているという都市伝説があって、2008年に稼働し始めて何度か停止はしてるんですけど、今回大型アップデートということで2030年まで停止するんです。もしかしたら世界線をいじってるかもしれない装置なので、みんなの時間の感覚も変わるかもしれない。確かに俺変わったよね。俺最近さ手足口病っていうものにねかかってしまいました。大人なのに本当はね子供がかかるやつなんだけど、大人なのになんか分かんないけどどっかからもらってきちゃって、幸いこの没後ぐらいで済んだんですけど、できてちょっとね 2,3 日寝込んでたんですよ。寝込んでたからなんだけど、もちろんなんか時間の流れがゆっくりするなっていうのを体感したからもしかしてねこのねセルンの効果も来てるかもしれない。こんな感じでみんな自分の直感力とか意識にはねもっと注意を払った方がいいかもしれないです。なぜかというと皆さんのその世界はもうすでに操られ
れていて、仮想的な世界を生かされているかもしれないから、人類はもうすでに仮想現実を作り上げました。スイスのヴェベイという街にファイナルスパークという会社があるんですけど、2024年5月にこの会社が初めてあるサービスを立ち上げました。それが生きた人間の脳細胞にネットで遠隔アクセスできるサービス。月$500払えば皆さんの自宅のパソコンからスイスにある本物の人間の脳にアクセスできる。 SF じゃないですよ。しかもこれ始まった時にはもうすでに9つの研究機関がこの契約を済ませていました。じゃあそのアクセスの先で動いているの誰の脳なのか。誰のでもいいんです。素材はたった1個。人間の皮膚の細胞をもらってくれば、それを幹細胞何にでも化けられるバッサラな状態に巻き戻し、それを育てる。皮膚だった細胞を脳に。出来上がるのは直径 0.5 ミリの脳の断片。肉眼だとほぼ見えないゴマよりも小さい白い点なんですけど、これをオルガノイドというんですね。臓器みたいなっていう意味なんですけど、その点みたいな脳に神経細胞が1万個、それを16個並べて電極を刺してつなぐ合計16万個の生きた人間の脳細胞が今この瞬間も暗闇の中で動いているんです。これをやってるのがとんでもないようなオカルトの人たちでしょと思いきや、そんなことなくて超アカデミックなスイス連邦工学大学ヨーロッパで名門の博士号を持っている人たちなんです。なぜそんなことをしてるのかというと、これが理由がね結構現実的で、電気ですよ。今 AI の時代じゃないですか。この AI を動かそうとすると電力めちゃくちゃ使うんですね。もう一つの質問を AI にするだけでこのスマホのバッテリー 20% を消費するって言われてるぐらい。これから AI が社会の動きとか人の行動とか、それこそ自然の天候とかを分析しだしたらとてつもない計算量電力が必要になる。そこでみんなの脳って何ワットだと思いますか？部屋にある普通の電球がだいたい4から20ワットぐらいなんですけど、参考を出すとすると、月曜日の朝布団から出るのに必要なエネルギーは約1500ワットぐらい。ドライヤー級ですね。後で返信しようと思った LINE を実際に返すのには800ワットぐらい。電子レンジでチンするより若干重いです。気まずいエレベーターで沈黙に耐える瞬間あるじゃん。それ60ワットぐらい。みんなの脳はなんと20ワットなんですよ。電球1個分なんだよね。その電力で1秒間に200京回の計算をしているんです。今現代の最強のスーパーコンピューターと同じようなことをすると100万倍の電力、テニスコート2面半分の空間が必要になるってことは、みんなの脳ってだからすごいんだよ。すげえなお前ってほんとよしよししてあげて自分の肩にっていうことはもう分かるでしょ。この地球上で最も効率のいいものは皆さんの脳なんですよ。これを人工的に作ろうというのがオルガノイドインテリジェンス。そしてここでもう一社登場します。オーストラリアのメルボルンにあるコーティカルラボス。シャーレの中で育てた約80万個の脳細胞、それを電極の上に乗せて1970年代のゲームポンをやらせたんですよ。卓球みたいなやつですよね。バーを上下に動かして球を打ち返すやつ。結果脳細胞は5分で上達し始めたんです。誰も教えていないのにだよ。唯一やったことといえば、球を打ち返せたら正しい信号、外したらデタラメなランダムな信号を与えたんです。そしたら細胞はランダムな信号に耐えられなかったんです。僕たち生き物は自分の世界がより予測しやすいように整理する生き物なんですよ。意味がある世界にしようとするという。そして2026年にはこの会社、なんと培養脳に Doom というシューティングゲームをやらせたんです。使われたのは20万個の生きた人間の脳細胞。誰かが善意で献血したち、そこから幹細胞を取って脳を育ててチップに乗せた。でその細胞が特定のパターンで発火すると画面の中のキャラが銃を撃つ。この研究はまだちゃんとした査読を通っていないので定かではないんですけど、どうやらプレイを学んでいるようなんですよ。なのでもちろん意識はないんだけど、ある法則にのっとって彼らは動こうとしている。そして先ほどのスイスのね会社に話は戻りますけど、脳を映した波形ありますよね。この会社性能を見せるためにデモを作ったんです。それが仮想世界の中で飛ぶ一匹の蝶々。この蝶を動かしているのは遠隔で繋がれた生きた人間の脳オルガノイドなんです。しかも人間が餌や光を置くことができるんです。手順はこうです。人間は皆さんが画面をクリックする。そこに餌や光のターゲットが置かれる。ソフトが計算してそのクリックが蝶の視界の範囲の中だったかどうかを調べて判定する。その情報を電気信号にして培養脳に送る。脳が刺激として受け取る。培養脳が反応する。その脳、神経の発火パターンが腸にそっちへ飛べと指示するかどうかを決める。脳が反応すれば腸はクリックした地点へ飛ぶ。反応しなければ本物の腸みたいに当てもなくランダムに飛ぶ。やばくないですかこれ。人類もうここまで来ちゃってるんですよね。みんな思うでしょこれね。どんどんこの研究進めば意識持ち始めちゃうんじゃないのと。実際にそこまで言ってるんですよ。科学者たちはそこまで今倫理的な問題を考えているの。これもしかしてこの腸がね意識を持ち始めたら、もう実験をされているっていう感覚がオルガノイドたちが持ち始めたら、もうとんでもないことになっちゃう。ただ僕たちもこれなんじゃないのって思っちゃうでしょ。僕たちも確かに条件を与えられ
れた仮想世界の中を生きているんですよ。1万円札ありますよね。あれなんで1万円だと思いますか？紙としての原価いくらだとか知ってます？これ大体20円ぐらいなんですよ。20円の紙にみんなが1万円ってことにしているだけなんです。当たり前のことだけど、1万円札だけでさ、ピザは作れないじゃないですか。いや、まあ確かにピザを買うことはできる。ピザを作るための機材を買うことはできるかもしんないけど、これからピザは作れないじゃん。ただみんながこれに価値があるって言ってるから、まあ結果的にはピザをね、変えてることにはなるんだけど、そうなんです。みんなが信じている間だけ実在する。信じるのをやめた瞬間、ただの紙に戻る。つまり僕たちの意識がこの仮想世界を作っている。ここで仮想現実の動画で話したプラトンの洞窟の例えって話ありましたよね。生まれてからずっと暗い暗闇の中で鎖に繋がれた人たちがいる。前を向くことしかできない。見えるのは目の前の壁だけ。背中で火が燃えてて、その前をいろんなものが通るんですよ。壁にはその影が映る。この人たちは生まれてからずっとその影を現実そのものだと信じて生きているんです。影に名前をつけて影の動きを当てっこして盛り上がっている。次の影はこういった動きするんじゃねえかみたいな予言とかね、予知もしてるんじゃないですかね。影が世界の全部だと思っているんです。で、僕らにとってのこの影、それはお金であり数字なんですよ。影の前を通っている本物、それは皆さんの時間、労働、人生そのもの。僕らは影を増やすために本物を差し出している。ここで頭のいい皆さんはあることに気づくわけです。みんなが信じれば現実になる。なら、その信じる中身を操れるなら、現実そのものを操れると、実際にやった男がいます。エドワード・バーネイズ。PR の父で、しかもフロイトの甥です。1920年代のアメリカ、女性がタバコを吸うのははしたないとされていて、お客さんが半分の状態で、そこでバーネイズは広告を打たなかったんです。代わりにお祭りのパレードで女性たちに一斉にタバコを吸わせたんです。自由の松明と名付けて、翌日の新聞はこう書かれてました。女性たち抑圧に立ち上がる。表向きは勇敢な女性解放運動、実態はタバコの宣伝です。要はタバコイコール自由っていうね、ムーブメントの一つにしちゃったんですよ。そしたらタバコも売れるようになって、その女性解放運動につながった。このように人が信じるものを操っちゃえば一番手っ取り早いんですよ。で、そのやり方が敵を作ること、敵がいると信じ込ませることです。世の中って複雑じゃないですか。毎日暑いし、給料は上がらないし、電車の中は暑くてくせえし、そこに悪いのはあいつらだって影をポンと置かれると一発で世界が分かりやすくなるんです。しかも今の時代はそれをやりやすくなってるんです。 SNS のおすすめ機能で、あれは反応された投稿を優先して見せる。で、人間が一番反応するのは怒りとか対立。誰かが陰謀を企まなくてもシステムが勝手に対立を煽る投稿を皆さんに届けている。そこで明確な対立を意図的に種まきをすることで分断は簡単に起こせるんです。 MeToo 運動、性被害を受けた人たちが私もと声を上げ世界中に広がったムーブメント。ワクチン論争、ワクチンを打つべきだという人と危険だという人が世界中で真っ二つに割れた。 BLM 運動、黒人男性が警官に押さえつけられて亡くなった事件をきっかけに人種差別への抗議が世界中に広まったムーブメント。実際世界は何も変わらないのにね、差別で。そして今もう一つあることが分断の種として実際に使われているということを耳にしました。それがフェミニズム。性別に関係なく同じ権利を持つべきだという考え方とそれを求める運動のこと。もちろんたまたまだと思うけどさ、そのご時世にさ、今芸能界でもさ、その佐藤二朗さんと梶本愛さんの問題あったじゃん。ハラスメント問題。これもある意味フェミニズムの議論を燃やしたきっかけでありますよね。もっと言うと今の皇室全般とか、日本の天皇って126代続いてるって言われてるんですね。1300年以上、世界最古の王朝です。ギネス級で、その126代を貫いているたった一本のルールがあって、それが男系ってことですよ。要は父親をたどると必ず天皇に行き継ぐっていうこの縛り。ここめちゃくちゃ間違いあるので先に整理させていただくと、女性天皇これいました。8人、過去に8人いたんですよ。代で数えると10代、同じ人が2回やったりもしているので、推古天皇とか持統天皇とかがいる。全然いました。過去に女系天皇、これはゼロ、1人もいないんです。この違い分かりますよね。僕も最初同じじゃないのって思ったんですけど、全然違うんです。女性が天皇になるのは OK だけど、でもそこから新しい血筋が始まったことは一度もないんです。8人全員父方をたどると天皇、しかも生涯独身だった、未亡人だったり、子を産まない形でしか即位していない。つまり1300年間日本は女性は OK、 でも線は絶対に父方から動かすなっていう、もうめちゃくちゃね、この細い糸の上を歩き続けたわけです。で、今回の騒動、伝統を守るか時代に合わせるかみたいな話だと思っている人が多いんですけど、実はこれ違っ
ってきっかけはめちゃくちゃ現実的で人が足りないだけなんですよ。戦後から今皇室にいらっしゃるのは16人、そのうち11人が女性です。そして皇位を続ける資格を持っているのは3人。秋篠宮様60歳、悠仁さま19歳、常陸宮様90歳。これね、伝統がどうか思想がどうかという前に単純に算数が終わっているんですよ。実質的に未来を担えるのは19歳のお一人だけ。しかもその先が続くかどうかは誰にもわからない。1300年間の看板をエクセル産業で支えている状態なんです。僕の実家の後継ぎ問題どころの騒ぎじゃないですねこれ。じゃあどうするのか。道は2つありました。 A、 女性天皇を認める。資格者が一気に増える。世論調査では 7,8 割の人がこっちを支持してますよね。で B 案、外から男系男子を連れてくる。後に皇室を離れた旧11宮家、その子孫を養子に迎える。戦前は14宮家いたんですけど、戦後それが11宮家廃止されたんですよ。その GHQ とか海外の圧力で。なのでこの未来をなのでこうなることはもう分かっていた話なんです。その2つなんですけど、 A 案の反対はシンプルで、女性天皇は女系天皇への入り口だと。いずれ女系天皇を産んでしまうから良くないと。だって女性の天皇が結婚してお子さんが生まれたらその子はね母方でしか繋がっていないので1300年守った縁がそこで切れるんです。なので入り口の時点で閉じておけば OK と。そして2026年7月17日国会が選んだのは B 案でした。これ中身がちょっとトリッキーで、旧11宮家の出身の15歳以上の男系男子を養子に迎えられるようにする。そして同時に女性皇族は結婚後も皇室に残れるようにしました。これがね基礎的な情報なんですけど、この基礎的な情報をそもそも理解しない人がいて、でその理解してない人たちがこの問題にフェミニズムとか多様性とかの問題を上乗せしているんですよ。これ実際に起きていること。すごいでしょ。そのフェミニズムが今分断に使われているので、そういったちょっとフェミニズムに関わるような事件とか、こういった問題とかをある意味最大限に利用することができて分断を生むことができるんです。なので日本だけが古いみたいなこういったねメディアの煽りもねバンバン出てくるんですね、こういう時期に。なぜかというと、この日本をね弱くしたい、弱体化させたい勢力っていうか、そういう思想の人たちもこの世にはいまして、ある意味この日本が伝統的に続けてきたことをこのタイミングで壊すこともできるんですよ。この分断とか多様性とかを利用すれば。こんなこと言っちゃあれですけど、僕は超中立人間で、もう皆さんがいいと思った方向がいいんじゃないですかって思う主義の人なので、全然みんなを尊重している。ただ勉強するとこういうことなんですよ。そしてなんでこんな話をしてるのかというと、僕ちょっとねあることを耳にしてしまいまして、それが GHQ100 年計画。それは彼らの計画は100年で完成すると。2045年。その内容が日本には今純血が8000万人ぐらいいるらしくて、それを45年までに4000万人に減らす。そして日本の人口を8000万人ぐらいまで減らすことだと。恐ろしいでしょ。でも今起きているこの移民問題を考えると全然驚かないよね。しかもこれ7月31日スペインで起きたこれゾンビのような見ました映像。これ北アフリカから不法移民が大量に押し寄せてきたんですよね。不法移民に対する法が緩くなるというデマが流れて、一時的に大量に押し寄せてほとんどは送還されたんですけど、対岸の火事ではないですよね。日本でもこういったことが起きるかもしれないんですよ。世界がいろんな変貌を遂げている中、各々がふるいにかけられている感じです。まさにこれを作り上げているのも人間の意識であり、マトリックスそのものの世界なのかもしれない。なのでここの皆さんは蝶のように与えられた刺激、プラトンの洞窟に映し出された影を眺めるのではなく、この動画のようにねその背景にある全体像を認識することでマトリックスを抜け出して、さらにそこで議論をし答えを出し、その答えのもとで一致団結することで、このマトリックスから本当にね抜け出せる日が来るかもしれない。なので皆さんで洞窟の外を見るために、皆さんが最近これは影かもと思ったのは何ですか？皆さんがこれは自分で好きになったと思えるもの、それは本当に自分初ですか？皆さんがもし敵を一個も持たずに生きられたら、皆さんの毎日はどう変わるのか、コメント欄でぜひ聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。